皆さんこんにちは。猫とシニアの暮らしのルルです。献立が浮かばない、料理したくないな、そんな日ありませんか？私もこの暑さでちゃんとしたご飯を作る気力がどっかへ消えました。そこで今回は火をほとんど使わない、切るだけ混ぜるだけのご飯をご紹介します。今日は視聴者様から教えていただいた海塩で漬けた梅干し、そのしそを使って暑い季節にぴったりな混ぜ玄米ご飯を作っていきます。この梅干しは視聴者のあやさんから教えていただいたものです。海塩で漬けられていて、とってもまろやかでしょっぱすぎない、梅干しがちょっと苦手な私でも美味しく食べられました。教えていただいて本当にありがとうございます。リンクは概要欄に貼ってますが、今見たら完売してました。ごめんなさい。今日のおかずは鶏手羽中の塩麹焼きです。焼くだけで味が決まるから我が家の常連になってます。手羽中は買ってきた時にすぐ塩麹と混ぜてジップロックに入れて冷凍してます。やる気があったあの日の私にとっても感謝です。これはオーブンかグリルに皮を上にして並べて焼くだけ。あとはほっときます。梅干しに入ってた赤じそ、ちりめんじゃこ、そして青じそ、しそのダブル使いで香りがよくって食欲をそそるご飯を作りたいと思います。ちなみに傷みやすい青じそは濡らしたキッチンペーパーを敷いた瓶に入れて冷蔵庫で保存すると長持ちします。青じそは細かく刻んでキッチンペーパーで包んでさっと水で流すとアクが抜けて美味しくいただけます。梅干しに入っていたこの赤じそは刻んで具材として使います。このしそって意外と余りがちなんですよね。なのでそんな時にもお役立てください。炊き上がった玄米ご飯にスンヌンタイのピッチャーに入っているのはちりめんじゃこです。こちらが赤じそを刻みました。青じそとごまをトッピング。追いちりめんじゃこをしてもいいですよ。いったらの蓋付きポットに盛り付けてそのまま冷蔵庫で保存できます。温めはレンジでチンするだけです。炊飯器のない我が家ではストーブやクリステルでご飯を炊いてます。そしてこのポットをおひつ代わりに使っています。ミニトマトとフリルレタスを添えて、赤と緑が揃うと彩り OK です。出来上がった混ぜご飯とお味噌汁を並べたらなんとなくちゃんとした感が出てくるのが不思議ですよね。そしてサラダにはリンゴ酢をかけていただきます。食前にお酢を取るとダイエット効果も高まるそうです。では夫と2人でいただきます。デザートはスイカをいただきました。夏といえばスイカですよね。この後は鶏ひき肉とひじきのタンパク質たっぷりご飯が登場します。よかったら引き続きご覧くださいね。2日目は生ひじきが手に入ったので鶏ひき肉と合わせてタンパク質多めの具沢山なひじきの煮物を作っていきます。材料はこちらです。
ひじき、人参、油揚げ、鶏ひき肉、干し椎茸、そして調味料はみりんやお醤油、お好みの分量でどうぞ。このね材料を全部20センチのストーブに全部放り込んで、あとは火にかけます。もうね炒めません。炒めないから油も使わずヘルシーです。火にかけておいてね、蓋をしたストーブから蒸気が出てきたら混ぜて汁気がなくなるまで煮ていきます。ひじきは多めに煮て冷凍保存しておきます。これはね未来の私が助かるやつです。たまにありがとうあの日の私って本気で思う瞬間ありますよね。我が家は玄米ご飯を使っているんですが、玄米って実は栄養を丸ごと取れる完全食に近い主食なんですね。ちょっと玄米苦手って方も具材を混ぜるとね食べやすくなると思います。玄米ご飯とひじきを混ぜたら枝豆をねトッピングして彩りアップします。緑のタンパク質源って呼ばれるぐらい栄養たっぷりなんですね。見た目も彩りよく仕上がりますよね。これはねご飯もひじきも冷凍しておくとどちらも温め直して混ぜるだけで一瞬でできちゃうご飯です。やる気スイッチのない日によく出てくるメニューです。サラダはブロッコリー、マッシュルーム、トマト、レタスなどを使いました。味噌汁にはね、人参や玉ねぎ、きくらげ、えのき、じゃがいもなど、とにかく具沢山に作っています。2日分まとめて作った昨日の味噌汁の残りです。それにフライパンでくるくる混ぜて簡単に作れる納豆、長ネギ、チーズ入りのスクランブルエッグも添えて、タンパク質祭り状態です。暑くてだるい時は料理は手抜きで、でもタンパク質は忘れません。なんか今日はちゃんと作った気がする、そう思わせてくれるのがこの混ぜご飯の良さかもしれません。切って混ぜて出来上がり。やる気スイッチが迷子の日でもこれなら作れそうな気がしませんか？皆さんの夏の手抜きご飯もぜひぜひコメントで教えてくださいね。この後少しだけ美容とタンパク質のお話をお届けしますので、よかったら最後までお付き合いください。はい、アフタートークです。ここからは美容のためのお話です。こちらはね、最近人気の無印良品の植物発酵液薬用スカルプローションです。お風呂上がりにね、私もこれで頭皮をマッサージしてるんですが、実は髪や肌、爪などの健康ってね、タンパク質と深く関係してるんです。ダイエット中に抜け毛が増えたって声よく聞きませんか？それもしかしたらタンパク質不足かもしれません。ちょっと怖いですよね。髪や肌に栄養を届けるためにも、年齢を重ねた今こそタンパク質をしっかり摂りたいですよね。じゃあタンパク質ってどれぐらい摂ったらいいの？ということで、これはね、体重1キロあたり1グラムが目安とされています。なので、例えば体重が50キロの人だったら約50グラムのタンパク質を摂る。これが基本になります。じゃあどれぐらい食べたらいいの？ということで、タンパク質のざっくりした目安がこちらです。これをね、いっぺんに摂ろうと思うと大変なので、ちょこちょこ1日かけて足していくと必要な量をね取れます。朝にヨーグルトと卵、昼に納豆とご飯、夜に豆腐や鶏肉、味噌汁など、いつもの食事に少し意識して取るだけで OK です。毎日のご飯で無理なくできることから続けていけたらと思います。今日の動画が少しでもお役に立ちましたら、高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。